忘れられた一冊。第一章、誇りの図書室。梅雨の晴れ間が一瞬の幻だったかのように、再び空は灰色に染まり、雷鳴が遠くで轟いた。13歳の岡田壮太は、学校帰りのカバンを背に急ぎ足で歩いていたが、大粒の雨が予告もなく降り始めた。壮太は不満げに空を仰ぎ、雨足の強さに驚いて足を速めた。この春、母の仕事の都合で引っ越してきたばかりの町、見慣れぬ風景の中、壮太はふと目の前に古い洋館のような建物を見つけた。市立図書館と刻まれた石板を見て、彼は迷わず階段を駆け上がった。開け放たれたドアをくぐると、古書の香りが壮太を包み込んだ。静寂に満ちた館内には、数人の年配者がところどころで静かに本を読んでいるだけで、同年代の姿はない。いらっしゃい。受付で高齢の女性司書が壮太に微笑みかけた。その眼鏡の奥の眼差しには、長年の知恵が宿っているように思えた。雨宿りさせてください。と壮太は小声で言った。もちろんよ。ゆっくりして行きなさい。女性司書は壮太の濡れた髪を見て、タオルを貸しましょうかと優しく尋ねた。大丈夫です。ありがとうございます。壮太は少し照れくさそうに答えると、図書館の奥へと進んだ。なんとなく人目を避けるように、最も人の気配が少ない隅の書架へと向かう。そこは埃が積もったような古い書架が並び、天井近くまで本が整然と並べられていた。雨音を背景に、壮太はぼんやりと本の背表紙を眺めていた。この町に来てから1ヶ月、新しい学校では未だに親しい友達もできず、教室では転校生というレッテルだけが彼の存在を示していた。どうせみんなすぐに忘れるんだ。拭いきれない疎外感に苦しみながら、壮太は無意識に手を伸ばし、目の前の書架にある本の背をなぞった。その時、指先に奇妙な感覚が走った。温かさとかすかな振動。壮太は驚いて手を引っ込めようとしたが、何かに誘われるように再び手を伸ばした。埃にまみれた濃い茶色の革装丁の一冊。背表紙には金箔で100年の扉と刻まれていた。その本を引き出した瞬間、壮太の目には不思議な光景が映った。本から淡い光が漏れ出しているように見えたのだ。瞬きをすると、その光は消え、普通の古い本に戻っていた。気のせいか、つぶやきながらも、壮太は本を開いてみた。表紙の裏には古めかしい筆跡で、この本を手に取ったあなたへ、100年の時を経て、あなたを待っていました。と書かれていた。なんだこれ。壮太が不思議そうに本をめくると、受付の司書が静かに背後に立っていた。まあ、女性司書の表情が一瞬で変わった。驚きと、そして何か深い感情が入り混じったような目で本を見つめている。その本を手に取ったのは、実に100年ぶりのことだよ。その本があなたを選んだのね。女性司書の瞳が不思議な光を帯びて壮太を見つめていた。雨の音だけが沈黙を埋めていた。第2章、最後の読者。私の名前は柏木さゆりと言います。老齢の司書は壮太を小さな事務室へと招き入れた。窓の外では雨がさらに激しさを増し、ガラス窓を叩く音が二人の間の緊張感を高めているようだった。岡田、壮太です。柏木さんは優しく微笑むと、
古いティーポットから2つのカップに紅茶を注いだ。室内には古書の香りと紅茶の芳香が混ざり合っていた。あの本を手に取ったのは本当に長い間誰もいなかったんだよ。柏木さんの言葉に宗太は川宗亭の本を見つめた。ここまで持ってきた100年の扉はテーブルの上で不思議な存在感を放っていた。どういうことですか？100年も誰も読んでないって本当なんですか？柏木さんは深くため息をつくと壁にかかった古い写真を指さした。それは開館当時の図書館の写真だった。この図書館が開館したのは明治時代の終わり頃。私の祖父がこの町の初代司書だったの。写真の中の若い男性を指さす柏木さん。その横顔には誇りがにじんでいた。祖父は晩年私にこう言ったわ。この本には不思議な力がある。その本は読者を選ぶんだ。と、宗太は信じられないという表情を浮かべながらも、柏木さんの話に引き込まれていった。祖父によれば、100年の扉は特別な本だそうよ。祖父が最後に読んだ人で、その前は彼の祖父、つまり私のひいおじいさんが読んだと言われているわ。でも、どうしてこんな本が、宗太の言葉を遮るように、柏木さんは静かに続けた。本には魂があるの。特にこの本は、読む人を選ぶと言われているわ。あなたが手に取れたということは、何か理由があるのよ。その言葉に、宗太は本を開いてみた。表紙の裏に記された。この本を手に取ったあなたへ、100年の時を経て、あなたを待っていました。という言葉が、今や不気味に思えた。これって、呪われてるとか？いいえ。柏木さんは穏やかに否定した。祝福されているのよ。この本を読める人は、特別な運命を持っていると言われているの。宗太は半信半疑だった。転校してきたばかりの新しい町で、こんな不思議な出来事に巻き込まれるなんて、私はこれを借りられますか？柏木さんは微笑んで首を横に振った。この本は考え貸し出し禁止になっているの。でも、彼女は少し考え込み、毎日放課後に来て読むことはできるわ。もしこの本があなたを選んだのなら、きっと意味があるはずだから。その時、事務室のドアがノックされた。柏木さん、そろそろ閉館時間ですよ。若い女性スタッフの声だった。ああ、もうそんな時間。柏木さんは少し慌てた様子で立ち上がった。宗太くん、また明日来てくれるかい？宗太は迷いながらもうなずいた。雨はすっかり上がっていた。でも、学校の先生も親も、こんな話信じないと思います。柏木さんは宗太の肩に優しく手を置いた。だからこそ、これは私たちだけの秘密にしましょう。人は見えるものだけを信じがちだけれど、本当に大切なものは目に見えないこともあるのよ。宗太が帰り支度をしていると、柏木さんは、100年の扉を彼から受け取り、特別な鍵のかかる引き出しに丁寧にしまった。明日から読み始めるといいわ。もし本当にあなたがこの本に選ばれた人なら、きっと素晴らしい発見があるはずよ。夕暮れの図書館を後にする宗太。空には雨上がりの虹がかかっていた。100年の扉。宗太は心の中で繰り返した。明日も学校が終わったら、また図書館に来よう。そんな決意を胸に、彼は家路に着いた。しかし、その川宗亭の古い本が、彼の人生をどれほど大きく変えることになるのか、この時の宗太にはまだ想像できなかった。第
第3章物語の始まり。その日の夜、宗太は寝床に入ってもなかなか眠りにつけなかった。頭の中には柏木さんの言葉と100年の扉の神秘的な存在が渦巻いていた。窓から差し込む月明かりが彼の小さな部屋を青白く照らしていた。宗太、まだ起きてるの？ドアの外から母の声がした。ちょっと宿題が残ってたから。嘘をついた。本当のことは言えなかった。両親の離婚後、母と2人で引っ越してきたこの町。母は毎日遅くまで働き、宗太を一人にすることを申し訳なく思っているのを知っていた。そんな母に心配をかけたくなかった。無理しないでね。おやすみ、おやすみ。足音が遠ざかるのを聞きながら、宗太はスマートフォンを手に取った。100年の扉や本が読者を選ぶといったキーワードで検索してみたが、意味のある情報は見つからなかった。翌朝、宗太は何度も時計を見ながら学校の授業が終わるのを待った。最後のチャイムが鳴ると同時に飛び出し、図書館へと向かった。やあ、来てくれたね。柏木さんは宗太の姿を見るとすぐに微笑んだ。まるで待っていたかのようだった。約束したから。宗太は少し照れくさそうに答えた。柏木さんは彼を奥の特別閲覧室へと案内した。そこには昨日見た100年の扉がすでにテーブルの上に置かれていた。さあ、読み始めるといいわ。私は近くにいるから。何かあったら呼んでね。柏木さんが部屋を出ると、宗太は深呼吸をして本を開いた。最初のページには、まるで手書きのような文字で物語が始まっていた。この物語は、読み手と共に歩む旅路である。あなたがこのページを開いたとき、100年の時が動き出した。さあ、耳を澄ませ、心を開け。物語はあなたを待っている。なんだか変な本だな。宗太はつぶやきながらも、次のページをめくった。そこから始まる物語は、小さな町の歴史だった。明治時代、この町が文化と芸術の中心地として栄えていた頃の話。人々が集まり、夢を語り合い、さまざまな創造が生まれた場所としての町の姿が描かれていた。しかし、読み進めるうちに、宗太は奇妙なことに気づき始めた。ページが淡く光っているように見えたのだ。最初は目の錯覚かと思ったが、その光は確かに存在していた。さらに驚いたことに、彼が読み進めるうちに、文字が変化し始めたのだ。まるで彼に合わせて物語が書き換わっているかのように、こう書かれていた。そして100年後、この町に一人の少年が訪れる。その名は岡田宗太。彼こそが、忘れられた物語を再び光の中へと導くものなのだ。宗太は驚いて本から顔を上げた。自分の名前が本に書かれているなんて、そんなはずがない。再び目を凝らしてみると、確かにそこには、岡田宗太と記されていた。背筋に冷たいものが走った。これは偶然なのか、それとも震える手でページをめくると、さらに不思議な一節が彼を待ち受けていた。この本を読むことができるのは、町を変える運命を持つ者だけだ。岡田宗太よ、あなたの手に委ねられた使命を知るがいい。宗太は本を閉じて立ち上がり、何度か深呼吸をした。冗談には思えなかった。これは何かの仕掛けなのか？それとも柏木さんが言っていたように、本当に本に不思議な力があるのだろうか？どうかしたの？宗太の様子に気づいた柏木さんが部屋に入ってきた。
この本、僕の名前が書いてある。宗太の言葉に柏木さんは少し驚いたような、しかし一方で期待していたかのような表情を見せた。ちょっと見せて。柏木さんは本を手に取ったが、しばらく見た後で首をかしげた。どのページに書いてあったの？宗太が指定したページを開いたが、そこには先ほど彼が読んだ文章はなく、単なる町の歴史が記されているだけだった。でも、確かに、宗太は混乱していた。自分の目が信じられなくなった。信じるよ。柏木さんは穏やかに言った。この本は、読む人によって違った姿を見せるんだ。私の祖父も同じようなことを言っていたわ。でも、どうして僕なんですか？それはね、これから読み進めていくうちに、きっとわかることよ。柏木さんは優しく微笑んだ。明日も来るかい？宗太は迷いながらも、うなずいた。恐怖よりも好奇心が勝っていた。この不思議な出来事の謎を解きたいという気持ちが、彼の中で強まっていたのだ。図書館を後にする宗太の胸の内には、恐れと期待が入り混じっていた。彼の日常は、この100年の扉との出会いによって確実に変わり始めていたのだ。第4章、隠された歴史。翌日、学校での授業中、宗太はずっと100年の扉のことを考えていた。数学の問題を解きながらも、頭の中は昨日見た不思議な光景でいっぱいだった。岡田くん、先生の声に我に返り、宗太は慌てて立ち上がった。はい、黒板の問題、解いてくれるかな？クラスメイトたちの視線を感じながら、宗太は黒板に向かった。幸い、問題自体はそれほど難しくなく、なんとか解くことができた。ありがとう。正解です。先生の言葉に、教室からはささやかな拍手が起こった。しかし、宗太にはそれが本当の称賛なのか、それとも転校生への形だけの優しさなのか、区別がつかなかった。放課後、宗太は再び図書館へと足を運んだ。今日は雨が降っていなかったが、それでも迷わず図書館へと向かう自分がいた。あら、また来てくれたのね。柏木さんは館内を整理しながら、宗太に気づいて微笑んだ。約束したから、と宗太は答えたが、実は彼自身、この不思議な本にすっかり魅了されていることを認めざるを得なかった。今日はね、特別なことをお話ししようと思うの。柏木さんは周囲を見回し、誰も近くにいないことを確認すると、宗太を手招きした。こっちにいらっしゃい。彼女は図書館の奥へと宗太を導いた。普段は立ち入り禁止になっている。保存書庫と書かれたドアの前で立ち止まる。ここは一般の人は入れないんだけど、古い鍵を取り出し、ドアを開ける柏木さん。中に入ると、そこには天井まで届く書架が並び、古い書物や資料がびっしりと並んでいた。空気はひんやりとして、時が止まったような静寂が漂っていた。ここに、この町の本当の歴史が眠っているの。柏木さんは古い木製の机の前に宗太を座らせ、自分も隣に腰を下ろした。机の上には昨日の100年の扉が置かれていた。昨日、あなたに見えた文字が私には見えなかった。それは本があなたに向けて書かれたメッセージだからよ。柏木さんはそう言いながら、別の古い箱を取り出した。その中には古ぼけた写真や新聞の切り抜き、手書きの手紙などが大切に保管されていた。この町は、
かつては文化の街として知られていたのよ。一枚の古い写真を取り出す柏木さん。そこには今の図書館とは比べ物にならないほど立派で華やかな建物の前に集まる大勢の人々が写っていた。この建物も実は一部分しか残っていないの。本来はもっと大きな複合文化施設だったのよ。颯太は驚いた。今の図書館は小さく古びた建物でしかなかった。何があったんですか？戦争よ。そして人々の記憶の喪失。柏木さんは深いため息をついた。2度の世界大戦を経て町は多くを失った。建物だけじゃない、文化を愛し想像することの喜びも。人々は生きることだけで精一杯になり、芸術や文学を楽しむ余裕はなくなってしまったのよ。彼女は一通の古い手紙を広げた。これは私の祖父が残した手紙。ここには、この町を救うのは言葉の力を信じる者だけだと書かれているわ。颯太は手紙を興味深く見つめた。確かにそこには柏木さんが言った通りの言葉が記されていた。古い筆記体で、しかし力強く。でもそれが僕とどう関係あるんですか？あなたが100年の扉を開けることができた。それは100年ぶりのことよ。この本は読者を選ぶ。それも町と特別な絆を結ぶ運命にある人だけを。颯太は半信半疑だった。自分が特別な存在だなんてとても信じられなかった。正直信じられません。正直に告げる颯太に柏木さんは優しく微笑んだ。無理もないわ。でも一つだけ試してほしいことがあるの。そう言って柏木さんは100年の扉を颯太の前に置いた。今日は本を開いて何か質問をしてみて、心の中で聞いてみるの。質問ですか？そう、例えばなぜ私が選ばれたのかとか。颯太は戸惑いながらも本に手を置いた。そして心の中で問いかけた。なぜ僕が選ばれたの？すると驚くべきことに本のページが自ら開き始めた。颯太は思わず手を引っ込めたが、ページはめくられ続け、ある1ページで止まった。そこには淡い光を放つ文字でこう書かれていた。忘れられたものを思い出す力を持つ者、失われた言葉に再び命吹き込む者、それがあなただ。颯太は息を飲んだ。これはトリックなどではなく、本当に超自然的な何かが起きていた。見えたでしょう？柏木さんが尋ねた。何と書いてあった？颯太が読んだ文章を伝えると、柏木さんは深くうなずいた。やはりね、あなたには特別な才能があるのよ。言葉の力を感じ、失われた物語をよみがえらせる力が。でも僕は普通の中学生です。特別なことなんて。だからこそよ。柏木さんは颯太の肩に手を置いた。純粋な心を持つ者だけが本当の物語の力を解放できるの。あなたは学校で友達ができにくいと感じているでしょう。それはあなたが他の子とは違う感性を持っているからかもしれないわ。颯太は黙り込んだ。確かに転校してきてから友達らしい友達はできていなかった。皆と同じ話題で盛り上がることができず、いつも一歩引いた場所から眺めているような感覚があった。これからどうすればいいんですか？続けて。100年の扉を読みなさい。本があなたを導いてくれるわ。颯太が立ち上がろうとした時、ドアの向こうから声が聞こえた。すみません。空いてますか？
柏木さんは軽く驚き、壮太に耳打ちした。今日はここまで。明日また来てくれるかい？壮太はうなずき、100年の扉を柏木さんに返した。保存書庫から出ると、カウンターの前に一人の少女が立っていた。黒い長い髪と知的な印象の眼鏡をかけていたその少女は同じクラスの生徒であったが、今までちゃんと話したことはなかった。あら、森川さん、いらっしゃい。柏木さんは少女に微笑みかけた。図書委員の森川のぞみです。少女は壮太の方を見て、軽く会釈した。岡田壮太です。壮太も自己紹介しながら、なぜか胸がドキドキするのを感じた。森川さんは学校の図書委員で、ここでもお手伝いをしてくれているのよ。と柏木さんが説明した。よろしく。とのぞみは短く言った。その表情は冷静そのものだったが、壮太には彼女の目に好奇心の光が宿っているように見えた。壮太が図書館を後にするとき、なぜか背中にのぞみの視線を感じた。振り返ると、確かに彼女は壮太を見ていたが、すぐに視線をそらした。この日、壮太の心には2つの謎が残された。一つは、100年の扉の不思議な力と、自分が選ばれた理由。もう一つは、森川のぞみという少女の存在だった。家路につきながら、壮太は思った。明日、また図書館に行こう。第5章、広がる影響。翌週の月曜日、壮太は珍しく学校に行くのが楽しみだった。週末を通して、100年の扉から発見した興味深い物語や詩を、国語の授業で発表するためのノートを準備していたのだ。柏木さんの勧めもあり、金曜日と土曜日も図書館に通い詰めた壮太は、100年の扉から驚くべき発見をしていた。明治時代にこの町で生まれた詩人の作品や、忘れられた民話など、教科書にも載っていない貴重な文学作品の数々を本は彼に見せてくれたのだ。よし、教室に入る前、壮太は深呼吸をした。今日の国語の授業では、地域の文化遺産をテーマにした発表があり、彼も参加することになっていた。普段はあまり目立たないようにしている壮太だが、今日は違った。次は岡田くん、お願いします。教壇に立った壮太は、少し緊張しながらもノートを開いた。僕は図書館で見つけた、この町の忘れられた文学について発表します。最初は教室に小さなざわめきが広がったが、壮太が読み始めた詩の一節を聞いて、クラスメイトたちは次第に静かになっていった。雨の降る港町、陶器灯台の光、旅人の憧れはいつか帰る場所。これは明治時代、この町で生まれた詩人、水野晴彦の作品です。当時、この町は芸術と文化の中心地として知られていて、多くの詩人や作家が集まっていました。水野さんの詩集、陶器灯火は、当時全国的に有名だったそうです。壮太は続けて、町に伝わる伝説や民話、かつて町全体で行われていた文学祭の様子なども紹介した。本来おとなしい性格の壮太だが、話す内容に自信があったからか、声は徐々に力強くなっていった。発表が終わると、教室は一瞬静まり返った。そして、予想外の拍手が沸き起こった。素晴らしい発表でした。岡田くん。国語教師の佐藤先生が感心した様子で言った。
どうやってそんな資料を見つけたの？図書館で特別な本を見せてもらったんです。ソータは詳しいことは言わなかった。100年の扉の秘密はまだ誰にも話せないと感じていた。休み時間、いつもは一人で過ごすソータのところに何人かのクラスメイトが近づいてきた。岡田、すごかったよ。あんな詩、聞いたことなかった。ねえ、その本ってどんなの？僕も見てみたい。水野晴彦って誰？もっと教えて。ソータは戸惑いながらも質問に答えていった。これまで学校では転校生というレッテル以外の存在感を持てなかった彼が初めてクラスの中心にいるような感覚を味わっていた。その様子を離れたところから見ていたのは森川のぞみだった。彼女は図書委員として学校図書館を担当しており、ソータの発表に特別な関心を示していたようだった。放課後、ソータがいつものように私立図書館に向かおうとすると、校門の前でのぞみが待っていた。岡田くん。のぞみはソータを呼び止めた。近くで見ると、彼女の黒い瞳は思ったより優しげだった。あの発表、すごく良かったわ。ありがとう。ソータは少し照れながら答えた。あの本、本当に図書館で見つけたの？のぞみの鋭い質問に、ソータは一瞬言葉に詰まった。100年の扉のことを話すべきか迷う。柏木さんが特別に見せてくれたんだ。柏木さゆりさん？のぞみの目が輝いた。私も知ってる。図書館でよく手伝いをしてるから。二人は自然と歩き始め、図書館への道を共に歩いていた。実は私もね、この町の文化や歴史に興味があるの。のぞみは少し興奮気味に話した。でも、なかなか資料が見つからなくて。そうなんだ。ソータはのぞみの様子を見て、不思議と親近感を覚えた。彼女もまた、本や物語の世界を大切にする人なのだろう。図書館に着くと、柏木さんは二人を見て微笑んだ。あら、今日は二人揃って何かあったの？のぞみがソータの発表について話すと、柏木さんは意味深な表情を浮かべた。ソータくん、彼女にも見せてあげたらどうかしら？ソータは驚いた。100年の扉のことをのぞみにも。でも大丈夫よ。柏木さんは優しくうなずいた。のぞみちゃんもきっとその本に選ばれる資格があるわ。そうして3人は保存書庫へと向かった。ソータは少し緊張しながらものぞみに100年の扉について説明した。彼女は半信半疑ながらも好奇心に満ちた表情で本を見つめていた。試しに開いてみてとソータは言った。のぞみが恐る恐る本に触れるとページが優しく光り始めた。彼女は驚きの声を上げた。これ本当にあなたにも見えるのね。柏木さんは嬉しそうに言った。二人とも選ばれたのよ。それからの数日間、ソータとのぞみは放課後になると図書館に通い、100年の扉から得た知識や物語を共有するようになった。二人の熱意は次第に周囲にも伝わり始めた。ある日の国語の授業で、佐藤先生が提案した岡田くんの発表が素晴らしかったので、皆さんにも地域の文化について調べてもらいたいと思います。グループに分かれて、この町の文学や芸術について調査してみましょう。クラスからは賛同の声が上がった。ソータものぞみも、自分たちの興味が他の生徒たちにも広がっていくことに喜びを感じていた。ねえ、文学クラブを作らない？放課後の図書館で
のぞみが突然提案した。文学クラブ？そう、この町の忘れられた文化を復活させるための私たちが発見したことをもっと多くの人に知ってもらいたいの。ソータは少し考え込んだ。自分が人前に立つことは得意ではなかったが、100年の扉を通じて見つけた物語の素晴らしさを伝えたいという気持ちは強かった。やってみよう。彼の答えにのぞみは満面の笑みを浮かべた。その笑顔を見てソータは胸が温かくなるのを感じた。柏木さんも2人の計画に賛同し、図書館の一角を活動場所として提供してくれることになった。早速2人は文学クラブの設立届を学校に提出し、メンバーを募集するポスターを作成した。最初は半信半疑だった学校側も佐藤先生の後押しもあり、新しいクラブの設立を認めてくれた。入部希望者は最初こそ少なかったが、ソータとのぞみの情熱に惹かれて徐々に増えていった。文学クラブの最初の活動は明治時代の詩人水野晴彦の作品を朗読する小さな会だった。図書館の一角に集まった生徒たちはソータとのぞみが100年の扉から見つけた詩を朗読し、その意味について話し合った。こんなに素敵な詩がこの町で生まれたなんて知らなかった。私の祖父も昔この町には文学祭があったって言ってたよ。生徒たちの反応は予想以上によく、ソータとのぞみは自分たちの活動が確かな手応えを得ていることを実感した。佐藤先生も活動を見学に来て感心した様子だった。素晴らしい活動です。学校の文化祭でも発表の機会を設けましょう。ソータはかつて想像もしなかった形で学校で輝く場所を見つけていた。そして何よりのぞみという理解者を得たことが彼にとって大きな支えとなっていた。ある夕方、活動を終えて図書館を出る2人。ソータくん、ありがとう。突然ののぞみの言葉にソータは驚いた。何が？あなたが100年の扉を見つけなかったら、私はこんな素敵な活動に関わることができなかった。この町の本当の姿を知ることもできなかった。のぞみの真剣な眼差しにソータは少し照れながらも心の底から嬉しさを感じた。僕こそ一人じゃきっと何もできなかった。二人は微笑み合い、夕焼けに染まる空を見上げた。その瞬間、ソータの心には確かな予感があった。これはまだ始まりに過ぎない。100年の扉と彼らの出会いは、この町に新たな物語の種をまいたのだ。その種がどのように育ち、花開くのか、それは二人の手にかかっていた。第6章、予期せぬ転機。文学クラブの活動が軌道に乗り始めて1ヶ月が経った頃、ソータとのぞみの努力は少しずつ実を結び始めていた。彼らが100年の扉から発見した詩や物語は校内の廊下に掲示され、町の歴史に興味を持つ生徒が増えていた。ある日の放課後、ソータとのぞみが図書館で次の活動計画を話し合っていると、柏木さんが地元の小さな新聞を手に興奮した様子で2人のところに駆け寄ってきた。見て、2人の活動が新聞に載ったわよ。その記事には、若き文化の継承者たち、忘れられた町の文学を復活させる中学生という見出しで、ソータとのぞみの活動が紹介されていた。小さな記事ではあったが、2人の写真とともに
彼らが始めた文学クラブの活動内容が詳しく書かれていた。すごい。のぞみは目を輝かせた。これで町の人たちにも私たちの活動が知られるね。そうたも嬉しさで胸がいっぱいだった。転校してきたばかりで孤独を感じていた日々が、今や遠い過去のように思えた。これを機に、もっと大きな企画をしてみない？のぞみは提案した。例えば、町全体の文学祭復活とか。そうたは少し考え込んだ。確かに町の人々に文化の素晴らしさを伝えるには良い機会だと思ったが、同時に自分たちだけでそんな大きなことができるのかという不安もあった。そんな二人の会話を微笑ましく見守っていた柏木さんが、突然深刻な表情に変わった。実は、伝えなければならない話があるの。柏木さんの声のトーンが変わったことに、そうたとのぞみは顔を見合わせた。どうしたんですか？そうたが尋ねた。柏木さんは深いため息をついた。この図書館が取り壊されることになったの。二人は同時に声を上げた。市議会で先週決まったらしいわ。老朽化が進んでいるというのが表向きの理由だけど、実際は、柏木さんは言葉を切り、窓の外を指さした。そこからは町の中心部が見え、いくつかの建設重機が動いているのが見えた。あそこに新しいショッピングモールを建てる計画があるの。そのための用地として、この図書館の土地が選ばれたようよ。でも、この図書館は歴史的な建物じゃないんですか？のぞみが声を震わせていった。保存すべきものでは？私もそう思うわ。柏木さんは悲しげに微笑んだ。でも市の幹部たちは、古い図書館よりも新しい商業施設の方が町の活性化になると考えているみたいなの。そうたは衝撃で言葉を失った。ようやく見つけたい場所。100年の扉との出会いの場所。そしてのぞみとの活動の拠点。そのすべてが失われようとしている。いつ取り壊されるんですか？来月末には閉館。その後すぐに解体工事が始まるって。柏木さんの目には涙が浮かんでいた。私の家族が3代にわたって守ってきたこの図書館なのに。しばらくの沈黙の後、のぞみが決然とした表情で言った。止めましょう。そうたと柏木さんが同時にのぞみを見た。図書館の取り壊しを止めるんです。署名活動をして市に訴えかけましょう。のぞみの決意に満ちた眼差しにそうたも徐々に勇気をもらった。そうだね、僕たちにできることがあるはず。柏木さんは2人の様子を見て少し元気を取り戻したようだった。2人ともありがとう。でも市の決定を覆すのは簡単なことじゃないわ。でもやらなきゃ。そうたは強く言った。100年の扉が僕たちに教えてくれたでしょう。この町には守るべき文化がある。それを未来に伝えていくのが僕たちの使命なんだって。そうたの言葉にのぞみはうなずいた。柏木さんも目に涙を浮かべながら感謝の気持ちを伝えた。その夜、そうたは100年の扉を再び開いた。今回は特別に柏木さんから借り出すことを許されたのだ。自宅の小さな部屋で彼は本に問いかけた。どうすれば図書館を守れるの？ページが光り始め、文字が浮かび上がった。町の心を取り戻すには、失われた記憶を呼び覚ませ、かつての栄光を人々に思い出させるのだ。そうたは考え込んだ。町の記憶を呼び覚ます。それはつまり、町の人々に文化の価値を再認識してもらうこと。翌日、彼はのぞみにこのことを伝え、
2人は具体的な行動計画を立て始めた。まずは署名活動から始めることにした。学校の許可を得て、昼休みには校内で、放課後には町の中心部で署名を集め始めた。歴史ある図書館を守ろうというスローガンを掲げ、文学クラブのメンバーたちと共に活動した。当初は順調に思えた。文学クラブの活動に興味を持っていた生徒たちは積極的に協力してくれ、学校内では多くの署名が集まった。しかし、町の人々の反応は様々だった。図書館？あそこはもう古くて使いづらいからね。新しいモールができれば、若い人も増えて町が活気づくでしょう。文化も大事だけど、経済発展も必要よ。颯太とのぞみは落胆することもあったが、めげずに活動を続けた。そんな中、予期せぬ障害が現れた。ある日の放課後、署名活動をしていると、町長の息子で学校一のいじめっ子として知られる鈴木剛が彼らの前に立ちはだかった。何やってんだよ、お前ら。鈴木は颯太たちの署名用紙をひったくると、それを地面に落とした。うちの親父の計画の邪魔をするなよ。あんな古い建物、潰れて当然だろ。颯太は怒りを感じたが、冷静に対応しようとした。これは町のみんなのための活動だよ。君も図書館の価値がわかれば。うるせえな。鈴木は不機嫌そうに言い放った。お前みたいな転校生が町のことをとやかく言うな。のぞみ、お前もこんなやつと一緒になって恥ずかしくないのか？のぞみは毅然とした態度で鈴木に向き合った。恥ずかしいのはあなたの方よ。自分の町の文化を大切にできない人が。鈴木は二人を睨みつけ、覚えてろよ、と言い残して立ち去った。その日の夕方、颯太が家に帰ると、母親が心配そうな顔で待っていた。颯太、あなた、何か問題を起こしてるの？何のこと？今日、町長さんから電話があったのよ。あなたが町の発展を妨げるような活動をしていると。颯太は驚いた。まさか鈴木が親に言いつけるとは。僕は図書館を守ろうとしてるだけだよ。あそこには町の歴史や文化が詰まってるんだ。母親は少し困ったような表情になった。あなたの気持ちはわかるわ。でも、町の決定に逆らうのは難しいことよ。それに、母親は言葉を選びながら続けた。私たちはこの町に来たばかり。あまり目立つような行動は、颯太は胸が締め付けられる思いだった。母親の立場も理解できる。彼女は一人で颯太を育てるために必死で働き、ようやくこの町で安定した仕事を得たばかりだった。わかった。考えてみる。その夜、颯太は自室で100年の扉を再び開いたが、本が見せてくれる文字が前よりも薄くなっているように感じた。まるで本自体が力を失いかけているかのようだった。次の日、図書館に行くと、柏木さんは体調を崩したようで休んでいた。颯太とのぞみは、100年の扉の続編や関連する資料がないか確認するため、保存書庫への入室許可を若い司書に求めたが、保存書庫？一般の方は入れませんよ。柏木さんが特別に許可したというなら、彼女に確認しないと。若い司書は不審そうな表情を浮かべた。颯太とのぞみは困惑した顔で見つめ合った。100年の扉は颯太が持ち帰っていたが、柏木さんが他にも何か知っているかもしれないという期待があったのだ。二人は途方に暮れた。柏木さんに連絡を取ろうとしたが、体調不良で入院しているという話を聞き、
さらに不安が募った。そしてさらに追い打ちをかけるように学校からも圧力がかかり始めた。校長から呼び出された2人は学校の名誉を傷つける活動として署名活動の中止を求められた。町の決定に反対するのは教育機関として適切ではありません。校長の言葉は優しかったが、その裏にある圧力は明らかだった。のぞみの家にも圧力がかかり、彼女の両親からも活動を控えるよう言われたという。署名活動は頓挫し、文学クラブのメンバーたちも次第に離れていった。あれほど順調だった活動が一気に暗礁に乗り上げた。そんなある日、壮太は学校から帰る途中、偶然鈴木と遭遇した。しかし予想に反して鈴木は挑発的な態度ではなく、少し複雑な表情で壮太に近づいてきた。おい、岡田。壮太は警戒したが、鈴木は周囲を見回して小声で言った。実は図書館の地下で何か工事をしてるらしいぞ。図書館を壊す前に何か大事なものを取り出そうとしてるって親父が電話で言ってた。なんで教えてくれるの？鈴木は少し照れたように顔をそらした。別にお前らの味方してるわけじゃねえよ。ただ彼は言葉を選びながら続けた。お前らが見つけたっていう詩とか、あの作者の水野晴彦ってさ、実は俺のひいおじいちゃんなんだよ。壮太は驚いた。それに親父が最近おかしいんだ。夜中に書類を見つけないとって言いながら歩き回ってる。図書館を壊すのも単にモールを建てたいからじゃなくて、何か隠されたものを探してるみたいなんだ。その情報をのぞみに伝えると、彼女も驚いた様子だった。2人は柏木さんが入院している病院を訪ねることにした。病室で横たわる柏木さんは予想以上に弱々しく見えた。しかし2人の訪問を喜び、握手を求めてきた。来てくれたのね。ありがとう。鈴木から聞いた話をすると、柏木さんは目を大きく見開いた。やはりそういうことだったのね。どういうことですか？壮太が尋ねた。柏木さんは小さな声で説明を始めた。図書館の地下にはかつてこの町の文化的財産が保管されていたの。戦時中に軍に接収されそうになった時、当時の司書だった私の父が最も貴重なものを守るために地下に隠したのよ。貴重なもの？水野晴彦の直筆原稿やこの町の歴史を記した古文書、そして柏木さんは言葉を切り、2人の顔を見つめた。100年の扉の本当の正体よ。壮太とのぞみは息を飲んだ。実は100年の扉には本来もう一冊続きがあったの。その本には町の未来を左右する重要な情報が記されている。そう父から聞いていた。柏木さんはベッドの脇の小さな引き出しから一枚の紙を取り出した。それは100年の扉の最後のページだった。そこには一つの地図が描かれていた。これは図書館の地下の見取り図よ。町長はおそらくこの地図を探しているの。でも彼らに見つかる前にあなたたちが先に見つけなければ。壮太とのぞみは互いに顔を見合わせた。図書館の閉館まであと1週間。彼らには残された時間が少なかった。行こう。壮太は決意を固めた。のぞみもうなずいた。柏木さんは弱々しく微笑んだ。2人ならきっと見つけられる町の真の宝を。そして100年の扉の本当の力を。2人が病室を後にするとき、
柏木さんは最後にこう言った。忘れないで。本は単なる紙と文字の集まりじゃない。そこには魂が宿っているの。100年の扉があなたたちを選んだのには必ず理由があるわ。宗太とのぞみは未知の探索に向けて一歩を踏み出そうとしていた。図書館の地下に隠された秘密、そして100年の扉の真の力、それらは彼らの予想をはるかに超える重大なものだった。第7章、増えていく障害。柏木さんから地図を受け取った翌日、宗太とのぞみは図書館の地下に潜入する計画を立てていた。閉館後、若い司書が帰り、警備員が巡回する前の短い時間を狙うつもりだった。本当にやるの？ベンチに座って作戦を練る二人。のぞみの声には不安が混じっていた。やるしかないよ。宗太は決意を固めていた。このままじゃ図書館も100年の扉も失われてしまう。のぞみは小さくうなずいた。そうね。でも捕まったらどうするの？それは、宗太が答えに詰まったその時、何を企んでるんだ？突然の声に二人は飛び上がった。振り返ると、鈴木剛が一人で立っていた。いつの間にか二人の会話を聞いていたようだ。鈴木。宗太は警戒した。鈴木は周囲を見回して二人に近づくと、予想外の言葉を口にした。手伝ってやる。宗太とのぞみは信じられない表情で鈴木を見つめた。誤解するな。お前らの活動に賛成してるわけじゃない。鈴木は少し照れくさそうに言った。ただ、俺のひいおじいちゃんの作品がうずもれたままってのは、なんか嫌なんだよ。二人は驚きながらも、鈴木の協力を受け入れることにした。三人で計画を練り直し、それぞれの役割を決めた。鈴木は父親の町長からたびたび聞いた図書館の警備システムについての情報を提供してくれた。司書が帰った後も、清掃員が30分ほど残るんだ。その間に地下への扉を見つけないと。計画の日、3人は放課後、それぞれ別々に図書館に向かった。宗太は本を借りるふりをし、のぞみは図書委員として手伝いを申し出、鈴木は外で見張り役をすることになった。閉館時間が近づき、利用者が減ってきた頃、宗太はトイレに隠れ、のぞみは書家の整理を続けていた。閉館のアナウンスが流れ、最後の利用者が出ていくのを確認した後、若い司書も鍵をかけて帰っていった。清掃員が来るまでの数分間、宗太はトイレから出て、のぞみと合流した。さあ、急いで。柏木さんから渡された地図を頼りに、二人は図書館の奥にある古い扉に向かった。その扉はいつも鍵がかかっていて、倉庫、関係者以外立ち入り禁止と書かれていた。鍵がかかってる。どうする？困っていると、外から小さな音がした。窓の外を見ると、鈴木が合図を送っていた。彼は何かを窓の隙間から差し込んできた。それは小さな鍵だった。どうやって？親父の机から借りてきた。鈴木の声は小さかったが、その目には少しの誇らしさが浮かんでいた。宗太は急いで鍵を使って扉を開けた。そこには古びた階段が下へと続いていた。行くよ。二人は懐中電灯を取り出し、暗い階段を降り始めた。湿った空気と埃の匂いが鼻をつく。地下室は予想以上に広く、いくつもの部屋に分かれていた。ここは壁一面に古い資料が並んでいる部屋、大きな木箱が積み重なった部屋、
かつて使われていたと思われる印刷機が置かれた部屋。きっとここが町の文化センターだった頃の名残ね。のぞみは簡単の声を上げた。地図を頼りに進むと、採用の小さな部屋にたどり着いた。そこには一つの金庫があった。ここだ。地図には金庫の前に立ち、100年の言葉を口にせよ、と書かれていた。100年の言葉って何？のぞみは首をかしげた。そうたは考え込んだ。100年の扉の中で繰り返し出てきた言葉。物語は伝えることで永遠に生き続ける。そうたがその言葉を口にした瞬間、金庫から小さな音がして、扉がわずかに開いた。すごい。のぞみの目が輝いた。二人は恐る恐る金庫を開け、中を覗き込んだ。そこには古い革の箱があり、中には黄ばんだ手書きの原稿の束、町の古い地図、そして100年の扉とそっくりな、しかしより古く見える一冊の本があった。これが100年の扉の続き。そうたが手を伸ばした瞬間、突然上からの物音に二人は凍りついた。誰かいるぞ。男性の声が階段から聞こえてきた。やばい。清掃員だ。二人は慌てて革の箱を持ち上げ、別の出口を探した。地図によれば、地下室には裏口があるはずだった。急いで通路を進むと、小さな扉が見つかった。それは図書館の裏手に出る非常口だった。しかし、錆びついて長年開いていないようだった。開かない。そうたが扉を押すが、びくともしない。こっちにいる。声が近づいてきた。光が廊下に差し込んでいる。どうする？のぞみは焦りを隠せなかった。その時、外から小さなノックの音がした。扉の向こうから鈴木の声が聞こえた。おい、早くしろよ。二人は力を合わせて扉を押し、ようやく開くとそこには鈴木が立っていた。遅いぞ。見つかるところだったじゃないか。ありがとう。そうたは息を切らした。三人は急いで図書館の裏手から離れ、近くの公園まで走った。うわ、危なかった。ベンチに座り込む三人。その手には革の箱がしっかりと抱えられていた。見せてみろよ。鈴木の言葉に、そうたは箱を開けた。中から取り出したのは、書き込みがびっしりと入った原稿の束。それは水野晴彦のものだった。これって、本当にひいおじいちゃんの？鈴木は恐る恐る原稿に触れた。その表情はいつもの強気な態度とは全く違う。畏敬の念に満ちたものだった。そうよ。これは水野晴彦の直筆原稿だわ。のぞみは興奮気味に言った。これだけで国の重要文化財になるかもしれない。そして、もう一冊の100年の扉。そうたがそれを開くと、驚くべきことに、ページが光り始めた。しかし、その光は弱々しく、すぐに消えてしまった。どうしたんだろう。そうたが不思議に思っていると、スマホの着信音が鳴った。母親からだった。そうた？どこにいるの？もう夜よ。母親の声は心配に満ちていた。ごめん。友達と勉強してて。すぐ帰るよ。電話を切ると、のぞみと鈴木も時間を確認して驚いた顔をした。うちの親も心配してるかも。どうする？これ。鈴木が箱を指さした。僕が預かるよ。そうたが言った。明日、柏木さんに店に行こう。三人は箱の中身を開け、そうたは100年の扉の続きを、のぞみは水野の原稿を、鈴木は地図を持って帰ることにした。明日、学校の屋上で会おう。わかった。別れ際、
壮太は鈴木に聞いた。なんで協力してくれたの？本当のところ、鈴木は少し考え込み、意外な言葉を口にした。お前らが読んでくれたひいおじいちゃんの詩。あれ、実は俺、小さい頃におばあちゃんから聞いたことがあったんだ。でも、父さんは、そんな無駄なものってずっと言ってて、彼は少し恥ずかしそうに顔をそらした。俺も、この町の本当の姿を知りたいと思ったんだよ。壮太とのぞみは静かにうなずいた。3人はそれぞれの道を急いだ。その夜、壮太は自室で100年の扉の続きを開いてみた。いくつかのページを読むと、そこには町の将来についての予言めいた言葉が書かれていた。この町の運命は100年後の選ばれし者たちの手に委ねられる。彼らが光の道を選べば、町は再び文化の灯火を掲げるだろう。しかし、暗闇の誘惑に負ければ、すべては永遠に失われる。その言葉を読んでいるうちに、壮太は深い眠りに落ちた。翌朝、壮太が学校に到着すると、異様な雰囲気に気づいた。廊下で生徒たちが何やら騒いでいる。どうしたの？クラスメイトに尋ねると、驚くべき知らせを聞いた。図書館に泥棒が入ったって。地下室から貴重品が盗まれたらしいよ。壮太は背筋が凍る思いだった。教室に入ると、のぞみが心配そうな顔で壮太に近づいてきた。大変。警察が調査してるの。防犯カメラには映ってなかったらしいけど、彼女が言葉を続けようとした時、担任の先生が入ってきた。岡田壮太くん、校長室に来るように。クラス中の視線が壮太に集まった。彼は緊張しながらも冷静さを保とうとした。校長室に向かう途中、のぞみが廊下から心配そうに見ている。壮太は小さくうなずいて安心させようとした。校長室のドアを開けると、そこには校長だけでなく、町長と警察官もいた。岡田くん、昨日の放課後、どこにいましたか？警察官の質問に、壮太は一瞬言葉に詰まった。友達と勉強していました。図書館には行きませんでしたか？いえ。嘘をつくことに罪悪感を覚えつつも、壮太は真実を話せなかった。おかしいですね。町長が冷ややかな目で壮太を見た。図書館の近くであなたらしき少年を見たという証言があるのですが、壮太は焦りを感じたが、平静を装った。よく間違われます。そうですか。町長は不信感をあらわにした。実は図書館から貴重な資料が盗まれました。あなたたちが署名活動をしていたことは知っています。何か心当たりはありません。壮太は強く否定したが、心臓は早金を打っていた。その時、ドアが開き、鈴木が入ってきた。何やってんだよ、親父。鈴木の予想外の登場に、町長は驚いた顔をした。剛、学校の最中に何を？昨日の夕方、俺は岡田とのぞみといたよ。図書館なんか行ってない。鈴木は堂々と言い放った。それは本当ですか？警察官が尋ねた。嘘言うわけないだろ。証拠に、3人で撮った写真もある。鈴木はスマホを取り出し、何かを見せた。壮太は驚いたが、平静を装った。後で聞くと、鈴木は以前3人で写った写真を加工して、昨日の日付に変えていたのだという。そうですか。町長は明らかに不満そうだったが、それ以上追求することはできなかった。壮太は何とか校長室を後にすることができたが、まだ安心はできなかった。
屋上で3人が集まると、鈴木が重大なニュースを伝えた。親父が本気で捜査してる。家の中でも100年の扉とかいう本の話をしてたぞ。どうして町長はそこまで？のぞみは不思議そうに尋ねた。あの本と原稿には何か重要な秘密があるんだ。鈴木は真剣な表情で言った。親父が探してるのは特にあの地図らしい。鈴木が持っている地図を見ると、そこには町の古い区画といくつかの印がつけられていた。何かの埋蔵物の地図かも。3人が検討していると、のぞみがハッとした表情を見せた。これって町の開発計画と関係あるんじゃない？どういうこと？図書館を取り壊してショッピングモールを建てる計画。でもその場所ってこの地図では何か特別な場所に印がついてるわ。確かに図書館の場所には大きな星印がつけられていた。もしかして町長は何か隠されたものを探してるの？それで図書館を壊そうとしてる？3人は顔を見合わせた。事態は予想以上に複雑になってきていた。放課後、颯太が家に帰るとさらなる衝撃が待っていた。颯太、話があるの。母親は真剣な表情で颯太を居間に招き入れた。町長さんから連絡があったわ。あなたが図書館の署名活動を主導していること、それが町の発展の妨げになっていると。颯太は何も言えずに黙っていた。あなたの気持ちはわかるわ。でも母親はため息をついた。私の仕事のことも考えてほしい。町長さんはね、私の契約更新に関わる人なの。颯太は胸が痛んだ。母親は彼のために必死で働いてきた。その仕事を危険にさらすことはできない。わかった。もうやめる。その夜、颯太は100年の扉の続きを読もうとしたが、本の光は完全に消え、ただの古い本のように見えた。不思議に思いながらページをめくると、ほとんどのページが空白になっていた。わずかに残った文字の断片からは、忘れられた時、力は失われるという言葉だけが読み取れた。次の日、学校でのぞみと鈴木に会うと、彼らも同様の現象を報告した。のぞみが持っていた水野の原稿は色あせ、鈴木の地図も薄れて読めなくなりつつあった。どうしよう。3人は途方に暮れた。そこに佐藤先生が近づいてきた。岡田くん、柏木さんから電話があったわよ。病院で君たちに会いたいって。颯太たちは放課後、すぐに病院へ向かった。柏木さんの容体は思わしくなく、顔色も悪かった。来てくれたのね。弱々しい声で柏木さんは2人を迎えた。鈴木もおずおずと部屋に入ってきた。見つけたのね。鈴木の本と資料を。颯太はうなずいた。でも本の文字が消えてしまって。柏木さんは悲しそうな表情で言った。100年の扉は信じる心がなければその力を失うの。そして今、町の人々の心から文化を大切にする気持ちが失われつつある。どうすればいいんですか？のぞみが尋ねた。柏木さんは弱々しく笑った。最後の手段がある。でも危険かもしれない。3人は身を乗り出して聞いた。文化祭。町全体の文化祭を復活させるの。かつてこの町は毎年春に文化祭を開いていた。水野晴彦をはじめとする芸術家たちが集い、町全体が文化と芸術で満ち溢れる日だったのよ。文化祭3日後、図書館の閉館記念式典が行われる。その場で町の人々に真実を伝えなければ。
柏木さんは懸命に言葉を紡いだ。100年の扉が選んだのはあなたたち。この町の文化を守れるのは若い心を持つあなたたちだけ。3人は決意を新たにした。しかし図書館を救い町の文化を復活させるための最後のチャンスにさらなる障害が待ち構えていることを彼らはまだ知らなかった。第8章、最も暗い時間。図書館閉館式典まであと2日。颯太、のぞみ、そして意外な協力者となった鈴木の3人は最後の作戦会議のために校舎の裏に集まっていた。昨日親父が町議会の緊急会議を開いたんだ。鈴木が小声で伝えた。図書館の取り壊し日程を早めるって決定したらしい。どうして？颯太は驚いた。俺たちが何か見つけたことを警戒してるんだと思う。鈴木は険しい表情で言った。閉館式典の翌日には猛重機が入るって。のぞみは絶望的な顔をした。そんな、準備する時間がない。3人は沈黙した。柏木さんから聞いた話によれば、閉館式典で町の人々に真実を伝え、文化の大切さを思い出してもらうことが、図書館と100年の扉の力を救う最後のチャンスだった。とにかく、閉館式典で何とかするしかない。颯太は決意を新たにした。水野晴彦の原稿と100年の扉を使って町の人々に訴えかけよう。でものぞみは懸念を口にした。原稿の文字はどんどん薄くなってるし、100年の扉もほとんど読めなくなってる。確かに見つけた資料は日に日に色あせ、力を失っているようだった。まるで町の人々の文化への関心が薄れるのと同じように、もう一度柏木さんに会いに行こう。颯太は提案した。何か他の方法があるかもしれない。放課後、3人は病院を訪れたが、柏木さんの容体は急に悪化したらしく、面会を断られてしまった。どうしよう。病院のロビーで途方に暮れる3人。その時、ナースステーションから一人の若い看護師が近づいてきた。あなたたち、柏木さんに会いに来たのね。3人がうなずくと、看護師は周囲を見回して小声で言った。柏木さんから、あなたたちに渡すように言われていたの。そう言って、彼女は小さな封筒を颯太に手渡した。ありがとうございます。柏木さん。いつも若い人たちが街を変えるって言ってたわ。頑張ってね。看護師が去った後、3人は急いで封筒を開けた。中には小さなメモと古い鍵が入っていた。メモにはこう書かれていた。もう会えないかもしれませんね。最後に一つだけ。図書館の閉館式典はかつての文化祭が行われていた春分の日にあたります。それは偶然ではありません。町長は知らずに最も力が強まる日を選んだのです。この鍵は図書館の時計塔に続く扉を開きます。そこには声があります。勇気を持って町の人々の心に語りかけてください。あなたたちを信じています。時計塔？のぞみは首をかしげた。図書館に時計塔なんてあったっけ？ある。鈴木が即答した。今は使われてないけど、図書館の裏側に小さな塔があるんだ。子供の頃、親父に連れられて見に行ったことがある。3人は顔を見合わせた。時計塔に何があるのか想像もつかなかったが、柏木さんを信じるしかなかった。その夜、
壮太は再び100年の扉の続きを開いてみた。本はほとんど空白のページになっていたが、かすかに光る一行だけが目に入った。本当の言葉は心から発せられる時にのみ力を持つ。何を意味するのか考えながら、壮太はふと自分の書き物を見た。これまで100年の扉から読んだ詩や物語に触発されて、彼自身が書き始めた詩のノート。それは彼の内なる声、心からの言葉だった。翌朝、学校に向かおうとした壮太は、玄関で母親に呼び止められた。壮太。母親の表情は硬く、手には新聞が握られていた。これ、本当なの？新聞の見出しには、図書館から貴重資料盗難。地元中学生が缶をか。とあり、小さく壮太の写真まで載っていた。何これ？壮太は言葉を失った。誰かが彼を陥れようとしているのは明らかだった。町長から電話があったわ。母親の声は震えていた。あなたが盗んだものを返せば、警察には届けないって。僕は盗んでない。壮太は激しく否定した。あれは、町の宝物なんだ。守ろうとしてるだけ。母親は深いため息をついた。お願いだから、これ以上トラブルに関わらないで。私たち、やっとここで落ち着いた生活ができたのに、そこには、離婚の痛手から必死で立ち直り、壮太を育てるために頑張ってきた母親の悲痛な思いがあった。わかった。壮太は重い足取りで学校に向かった。通学路でのぞみと合流すると、彼女も同じ新聞を持っていた。信じられない。のぞみの目は怒りに震えていた。誰がこんなことを。町長だろうな。後ろから鈴木の声がした。彼は申し訳なさそうな表情を浮かべていた。昨日、親父が新聞社に電話してるのを聞いたんだ。ごめん。止められなかった。壮太は首を振った。君のせいじゃない。学校に着くと、さらなる衝撃が待っていた。校長室に呼び出された3人は、厳しい叱責を受けた。図書館から資料を持ち出したのは事実なんですか？それは言い訳もできず、3人は黙り込んだ。残念です。特に岡田くんは転校生として、もっと模範的な行動をとるべきだった。校長の言葉に、壮太は何も反論できなかった。明日の閉館式典は、3人とも参加禁止です。その後、処分を検討します。教室に戻る途中、壮太は壁に貼られた文学クラブの活動ポスターが剥がされているのを見つけた。ごめんね。佐藤先生が近づいてきて、小声で言った。校長先生の指示なの。絶望感に包まれながらも、壮太は最後の希望を捨てきれなかった。放課後、3人は公園のベンチに集まった。これで終わりか。鈴木はうなだれた。やっぱり僕には無理だったんだ。壮太は自分を責めた。100年の扉が僕を選んだなんて、間違いだったんだ。のぞみも悲しそうにうなずいた。私も、何もできなかった。夕暮れの公園に、3人の沈黙が広がった。帰り道、壮太は、100年の扉、富水野晴彦の原稿を小さなバッグに詰めていた。もはや文字はほとんど消え、普通の古い紙にしか見えなかった。家に着くと、母親がソファーで眠っていた。テーブルには、契約更新見送り、と書かれた会社からの通知書が置かれていた。お母さん、壮太は胸が締め付けられる思いだった。母親は彼のために必死で働き、この町で新しい生活を始めようとしていた。それなのに、
彼の行動が原因で仕事まで失いそうになっている。部屋に戻った壮太は窓から見える図書館の屋根を眺めた。かすかに見える時計と、明日の閉館式典には参加できない。僕には本当に何もできないのか。自分の無力さに打ちひしがれながら壮太はベッドに横たわった。こんなはずじゃなかった。100年の扉との出会いで人生が変わり、町の文化を救う使命を感じていた。のぞみという大切な友人も得た。鈴木とも分かり合えた。それなのに今は全てが失われようとしている。その夜、壮太は夢を見た。柏木さんが微笑みながら立っている。その背後には明るく輝く図書館があり、多くの人々が本を手に笑顔で語り合っている。水野晴彦らしき人物も若い詩人たちに囲まれていた。言葉の力を信じなさい。柏木さんの声が聞こえる。本当の言葉は心から発せられる時にのみ力を持つ。壮太は目を覚ました。まだ夜明け前だった。彼は決意に満ちた表情で起き上がり、机に向かった。自分のノートを開き、これまで書き溜めてきた詩や思いを見直した。そして新しいページに書き始めた。朝、のぞみからの電話で目を覚ました。壮太くん、大変なの。彼女の興奮した声に壮太は驚いた。柏木さんが亡くなったの。昨夜。衝撃的なニュースに壮太は言葉を失った。でも看護師さんが言うには、最後まで若者たちを信じているって言ってたって。のぞみの声は悲しみに震えていたが、同時に決意も感じられた。私たち最後まで頑張らなきゃ。柏木さんのためにも。壮太も心を新たにした。必ず。その後、鈴木からも連絡があった。親父がなんか変なんだ。昨夜から時間がないって言って焦ってる。何か重大なことが起きるみたいだぞ。閉館式典。壮太は直感的に悟った。式典は午後2時から始まる。校長の禁止命令があっても何としても行かなければならない。二人とも正午に図書館の裏で会おう。受話器の向こうで二人が力強く同意した。その日、壮太は学校を休んだ。バッグには100年の扉、富水野の原稿、そして自分が書いた新しい詩が入っていた。母親への手紙を残し、壮太は家を出た。お母さん、ごめんなさい。でも、これだけはやり遂げなければならないことなんです。すべてが終わったら、ちゃんと説明します。心配かけてごめんなさい。正午、図書館の裏手、のぞみと鈴木がすでに待っていた。どうやって入るの？のぞみが尋ねた。もう図書館は封鎖されてるはずよ。裏口だ。鈴木が言った。前に使った地下からの出口を使う。3人は慎重に動き、地下への入り口を見つけた。案の定、表の入り口は閉鎖され、式典の準備のためのスタッフだけが出入りしていた。地下室に入ると、前回と同じように暗く湿った空気が3人を包んだ。壮太は柏木さんから預かった鍵を握りしめていた。時計塔への入り口を探そう。迷路のような地下室を進む3人。なかなか見つからず、焦りが募る。あった。のぞみが小さな扉を見つけた。そこには時計塔と古い札が下がっていた。壮太が鍵を差し込むと、驚くほど簡単に扉が開いた。中には狭い螺旋階段があり、上へと続いていた。行こう。3人は息を切らしながら階段を登った。何度も曲がり、何段も登ると、
ついに小さな部屋に出た。そこは確かに時計塔の内部だった。古い歯車や機械仕掛けが動いておらず、埃をかぶっていた。何があるって言うんだろう。鈴木が周りを見回した。部屋は小さく、特別なものは見当たらなかった。ねえ、これは。のぞみが指さした先には古い覚醒装置があった。それは図書館全体に声を届けるための放送設備のようだった。声ってこれのことだったのかな。そうたは柏木さんのメモを思い出した。そこには声がありますという言葉。時計の針は1時30分を指していた。式典の準備は着々と進んでいるはずだ。どうする？のぞみが尋ねた。そうたは決意を固めた。式典が始まる瞬間にこの放送設備で町の人々に語りかけよう。でも何を？鈴木が聞いた。100年の扉はもう読めないし、原稿も。そうたはバッグから自分のノートを取り出した。僕の言葉で話す。心からの言葉で。窓から覗くと図書館の前にはすでに多くの人々が集まり始めていた。町長の姿も見える。閉館を悲しむ人もいれば、新しいショッピングモールを期待する人もいるようだった。あと30分。3人は時を待った。不安と緊張が部屋に満ちていた。もし失敗したら、鈴木が沈んだ声で言った。失敗なんてしない。のぞみは力強く言った。私たちには柏木さんの思いがある。そうたは黙ってうなずいた。彼の心の中では、これまでの出来事が走馬灯のように駆け巡っていた。図書館との最初の出会い、100年の扉の不思議な力、のぞみとの友情、文学クラブの活動、そして柏木さんの導き。彼は100年の扉を一度だけ開いてみた。するとその瞬間、奇跡が起きた。ページが再び光り始めたのだ。見て。のぞみと鈴木も驚いた表情で本を見つめた。ページには新たな言葉が浮かび上がっていた。最も暗い時が来た時、真の光は内なる声から生まれる。頭上の大きな時計が鳴り始めた。2時を告げる鐘の音だ。式典の始まりを告げる音とともに、そうたは覚醒装置のマイクを手に取った。彼の前には街の未来がかかった最も暗い時間が広がっていた。第9章、夜明けの決断。時計塔の窓から見下ろす景色は、そうたの心臓を高鳴らせた。図書館前の広場には100人を超える町の人々が集まり、閉館式典の開始を待っていた。壇上には町長が立ち、その横には重要人物らしき人々が並んでいる。始まるぞ。鈴木が緊張した面持ちでささやいた。町長がマイクを取り、挨拶を始めた。その声は図書館内にも設置されたスピーカーから聞こえてきた。本日は多くの皆様にお集まりいただき、誠にありがとうございます。この図書館は長年、町の文化の拠点として、そうたは深呼吸して、古い覚醒装置の前に立った。この放送設備が今も機能するか確かめる時間はなかった。これ、どうやって使うの？そうたは焦りを隠せなかった。のぞみが素早く機械を調べた。多分、このスイッチを入れて、彼女がレバーを動かすと、埃をかぶった機械が不思議と動き始めた。数十年ぶりに起動するとは思えないほど、スムーズに。いよいよだな。鈴木は窓から身を乗り出して状況を確認した。町長が間もなく、新しい発展について話し始めるぞ。今だ。そうたはマイクを手に取り、
自分の書いた文章を広げた。彼はもう一度100年の扉を見た。本は柔らかな光を放ち、彼に勇気を与えているかのようだった。深呼吸して、ソータはスイッチを入れた。聞こえますか？彼の声は突然、図書館全体と外の広場に響き渡った。式典の参加者たちはどよめき、混乱した表情で周りを見回した。なんだ？誰だ？町長の声が怒りに震えていた。僕は岡田壮太と言います。転校生で、この町に来てからまだ数ヶ月しか経っていません。でも、この図書館で大切なものを見つけました。壮太の声は最初震えていたが、徐々に力強さを増していった。それは、100年の扉という本です。100年間、誰にも読まれなかった本。その本が僕に教えてくれたのは、この町の本当の姿でした。聴衆からは混乱した声が上がり、警備員らしき人々が館内に駆け込み始めた。急げ。鈴木が焦った様子で言った。もうすぐ見つかる。壮太は慌てずに続けた。かつてこの町は、文化と芸術の中心地でした。水野晴彦という偉大な詩人が生まれ、多くの芸術家たちが集まる場所でした。春になると町全体で文化祭が開かれ、人々は言葉と芸術の力を信じていました。彼は自分のノートから水野晴彦の詩の一節を朗読した。朝の光は昨日の闇を照らし、忘れられた言葉は再び命を得る。この町の魂は永遠に文化という灯火を掲げるだろう。聴衆の間に静けさが広がった。でも、その記憶は失われました。町は変わり、人々は文化の大切さを忘れてしまいました。そして今、その最後の証人である図書館まで壊そうとしています。階段からは足音が聞こえ始めた。警備員たちが近づいていた。急いで、のぞみが促した。壮太は最後の力を振り絞った。でも、僕は信じています。この町の人々の心には、まだ文化を愛する気持ちが残っているはずです。100年前、この町の人々が大切にしていたものを、もう一度思い出してください。ここで、壮太は自分が書いた詩を読み始めた。忘れられた一冊の本の中に、町の魂は静かに眠っていた。100年の時を超えて伝えられる言葉は、私たちの心に再び明かりを灯す。壊れそうな古い建物の中にあるのは、単なる紙と文字の集まりではなく、私たちの先人の夢と希望、そして未来へのメッセージ。この町が本当の豊かさを取り戻すとき、それは新しい建物や店ではなく、人々の心に文化の種が芽吹くとき、私たちは本当の家に帰ってくる。壮太の声が図書館と広場に響き渡る中、不思議なことが起きた。彼が手に持っていた100年の扉が強く光り始め、その光が窓から外へと漏れ出た。同時に、のぞみが持っていた水野晴彦の原稿も、文字が再び鮮明になり始めた。見て。のぞみが驚きの声を上げた。時計塔の窓から見ると、広場の人々の間に変化が起きていた。年配の人々の中には、涙ぐむ人もいた。若い人々も静かに耳を傾けていた。そして最も驚いたのは、町長の表情だった。彼は怒りではなく、何か深い記憶に触れたような複雑な表情を浮かべていた。あれは、親父が泣いてる？鈴木は信じられない様子だった。その時、時計塔のドアが開き、警備員たちが入ってきた。
ここにいたぞ。放送をやめろ。3人は囲まれ、マイクは強制的に切られた。最後の言葉を伝えきれなかったソータは諦めの表情を見せた。もう終わりか。しかし警備員たちに連れられて階段を降りながら、彼らは広場からの意外な音に気づいた。拍手の音だった。図書館の入り口に連れ出された3人は信じられない光景を目の当たりにした。広場の人々が拍手し、中には図書館を残せと声を上げる人もいた。壇上では町長が困惑した表情で状況を見つめていた。そして彼の横にはまさかの人物が立っていた。校長先生。ソータたちの学校の校長が意外にも町長に何か熱心に話しかけていた。彼の手には何か書類が握られていた。しばらく経って町長がマイクの前に立った。会場は静まり返った。予定を変更してお知らせがあります。彼の声はいつもの威厳に満ちた調子とは違っていた。どこか迷いがあるようにも聞こえた。先ほどの放送について確認すべき事項が出てきました。今日の閉館式典は一旦延期とさせていただきます。会場からはどよめきが起こった。図書館の取り壊しについても再検討の余地があると判断しました。詳細は後日改めて発表いたします。ソータたちは驚きに目を見開いた。何が起きたのか理解できなかった。人々が徐々に解散し始める中、校長先生がソータたちの元にやってきた。君たちには話があるよ。校長室のような厳しい表情ではなく、どこか誇らしげな表情で彼は3人を見つめていた。実は私も水野晴彦の研究者だったんだ。ソータたちは驚いた。柏木さんとは長年の友人で、君たちの活動については彼女から聞いていた。表向きは君たちを止めざるを得なかったが、心の中では応援していたんだよ。でも、なぜ、今日、柏木さんから託された最後の手紙を町長に見せたんだ。彼は封筒を取り出した。この中には、図書館の地下に眠っていた資料の目録と、これが国の重要文化財に値するという専門家の鑑定書があった。そして彼はさらに言葉を続けた。水野晴彦が町長の祖父に宛てた手紙もね。祖父から孫へと伝えるべき大切なメッセージが書かれていた。ソータたちはただ驚くばかりだった。町長も昔は文学少年だったんだよ。祖父から水野晴彦の話を聞いて育った。でも大人になるにつれて、そんな記憶は封印してしまった。今日、君の言葉がその封印を解いたんだ。のぞみが尋ねた。じゃあ、図書館は？取り壊しは当面延期された。文化財調査が入り、町の歴史的価値が再評価されることになるだろう。喜びに満ちた3人に、校長はさらに言葉を続けた。柏木さんは亡くなる前に、100年の扉、水野晴彦の原稿を国の文化庁に寄贈する手続きを済ませていたんだ。もはや、誰もそれらを勝手に処分することはできない。そんな、ソータは言葉を失った。柏木さんは最後まで、町の文化を守るための準備をしていたのだ。それからもう一つ、校長はソータのノートを指さした。君の詩は素晴らしい。君もまた、この町の新たな言葉の紡ぎ手になれるかもしれない。その言葉に、ソータは思わず目頭が熱くなった。その日の夕方、3人は柏木さんのお葬式に参列した。小さな葬儀だったが、思いがけず多くの町の人々が訪れていた。中には、
彼女のおかげで文学に目覚めたと語る年配の人もいた。葬儀の後、壮太たちは100年の扉を開いてみた。不思議なことに本のページは再び鮮明になり、新たな文章が浮かび上がっていた。あなたたちは選ばれた使命を果たした。町の記憶は呼び覚まされ、文化の灯火は再び灯された。しかし、これは終わりではなく、新たな物語の始まりである。言葉の力を信じ、未来へとつないでいくのだ。壮太、のぞみ、そして鈴木は静かにうなずき合った。その晩、壮太は母親にすべてを話した。最初は信じがたい表情だった母親も、新聞に掲載された図書館保存へという記事を見て、少しずつ理解を示し始めた。あなたが本当に大切にしているものなら、母親の笑顔は久しぶりに見る安心した表情だった。そして意外な知らせもあった。会社の契約更新、無事に決まったわ。それどころか、町の文化復興プロジェクトの一環で、新しい仕事の話まで来たの。壮太は驚いた。物事が急速に好転し始めていた。翌日、学校でも状況は一変していた。壮太たちは英雄のように扱われ、文学クラブへの入部希望者が急増した。佐藤先生も喜びを隠せない様子だった。学校の文化祭で町の文学遺産を紹介する特別展示を企画しましょう。彼女の提案に生徒たちからは賛同の声が上がった。放課後、壮太、のぞみ、鈴木の3人は図書館に向かった。建物は一時閉鎖されていたが、文化財調査のために限定的に開放されていた。中に入ると、若い専門家たちが忙しそうに資料を調査している姿が見えた。彼らは3人に気づくと、敬意を込めた表情で挨拶した。あなたたちのおかげで素晴らしい発見があったよ。ある学芸員が言った。図書館の地下からは明治時代の文学者たちの交流を示す貴重な資料が次々と見つかっている。この町が文化の中心地だったという証拠だ。3人は嬉しさで胸がいっぱいになった。柏木さんの机の中からこれが見つかったんだ。学芸員は1枚の古い写真を見せた。そこには若い柏木さんとその祖父らしき人物が写っていた。そして驚くべきことに、その隣には100年の扉を手にした少年が写っていた。柏木さんの父親だろうね。彼もまた100年の扉に選ばれた一人だったんだ。写真の裏には日付とともにこう書かれていた。選ばれし者たちへ、光は常に闇の後にやってくる。壮太はその言葉に深くうなずいた。最も暗い時を経て夜明けの光が差していた。町長からも公式な謝罪があり、図書館を文化遺産として保存するだけでなく、かつての文化祭を復活させる計画が発表された。驚いたことに、鈴木の父である町長は自ら文化復興委員会の委員長に就任した。子供の頃の夢を思い出したんだ。町長は記者会見でそう語った。この町を再び文化の町として輝かせたい。鈴木は照れくさそうにそれを見ていた。親父が変わった。本当に変わったんだ。その日の夕暮れ、壮太とのぞみは図書館の屋上に座っていた。修復作業が始まる前の静かなひととき。信じられないね。ここまで来るなんて。のぞみは夕焼けを見つめながら言った。壮太もうなずいた。最初は転校してきたばかりで孤独だった。でも100年の扉のおかげで
君に出会えた。のぞみは少し照れながらもそうたの手を軽く握った。私たちの物語はまだ始まったばかりね。二人の間に静かな沈黙が流れた。それは言葉が必要ないほど心が通じ合う瞬間だった。100年の扉は今新しい展示ケースの中で優しく光を放っていた。その横には水野晴彦の原稿とそうたの詩のノートも置かれていた。新たな言葉の紡ぎ手としてそうたはこれからも物語を紡いでいくだろう。そして彼のように未来の選ばれし者たちが現れる日まで100年の扉は静かに時を待ち続けるのだ。第10章新しい一生。四季が一巡し、あの日から1年が経過した春の朝だった。修復された図書館の正面には春野市立文化交流図書館という新しい看板が掲げられていた。外壁は丁寧に補修され、塔の時計も新調され、規則正しく時を刻んでいる。しかし建物の歴史的価値を損なわないよう、その基本的な構造や外観は守られていた。館内は大幅に改装され、明るく開放的な空間に生まれ変わっていた。新しい本棚には最新の書籍が並び、子供向けの読書コーナーも充実していた。かつての保存書庫は春野町文化資料館として一般に公開され、水野晴彦をはじめとする地元文学者の作品や資料が展示されていた。そして最も重要な場所、中央ホールには特別展示ケースが設置され、そこに100年の扉が安置されていた。国の重要文化財に指定されたその本は、今や町の宝として大切に保管されている。準備はできた？そうたは慌ただしく館内を歩き回り、最終確認をしていた。今日は春の文学祭復活から1年目の記念日。町を挙げての大きなイベントとなっていた。もうすぐ会場だよ。のぞみはそうたの肩を軽く叩いた。彼女は春野町青少年文化委員会の委員長として今日のイベントを取り仕切っていた。緊張するなよ。鈴木もそうたに声をかけた。彼は父親の町長に代わり若者代表としてイベントに参加していた。父との関係も改善され、今では町の文化政策に積極的に関わるようになっていた。3人は文学クラブの活動を発展させ、今では学校の枠を超えた青少年文化委員会として町全体の若者たちを巻き込む組織に成長していた。そうたくん、これ最終チェックをお願い。佐藤先生がそうたにプログラムを渡した。彼女は学校と町の橋渡し役として文化プロジェクトの教育顧問を務めていた。ありがとうございます。プログラムには今日のさまざまなイベントが記載されていた。詩の朗読会、ワークショップ、地元作家との交流会、そして特別展示100年の扉と春野町の文化復興。そして最後を飾るのはそうた自身による新作詩の発表だった。彼は今や町の若手文学者として認められつつあった。あの日から本当にいろいろなことが変わったね。のぞみは感慨深げに言った。ああ、そうたもうなずいた。思えば僕は雨宿りのためにたまたま入った図書館で人生が変わったんだ。柏木さんは亡くなったが、彼女の魂は確実に引き継がれていた。新しい図書館長は若い女性だったが、柏木さんの意思を尊重し、
文化の灯火を守る役割を担っていた。もうすぐ会場ね。のぞみは時計を確認した。あ、そうだ。忘れてた。彼女はバッグから一枚の新聞を取り出した。今朝の新聞。見た？そうたは首を横に振った。何か特別なことが？ほら、この記事。のぞみが指さす記事には、春の町の文化復興、全国的な注目を集めるという見出しがついていた。実はね、文化庁から視察官が今日の文学祭に来るんだって。地方文化復興のモデルケースとして調査するためらしいわ。そうたは驚いた表情を見せた。本当に変わったんだね。この町。会場の時間が近づき、図書館の外にはすでに多くの人々が集まり始めていた。地元の人だけでなく、近隣の町からも訪れる人がいるという。そうた、振り返ると、母親が手を振っていた。彼女の隣には、そうたの父親が立っていた。お父さん、そうたは驚いて駆け寄った。両親が離婚してから、父親とはほとんど会っていなかった。息子の活躍を見に来ないわけにはいかないだろう。父親は少し照れくさそうに言った。母親が連絡を取っていたらしい。あなたの活動のことを新聞で読んだのよ。母親が誇らしげに言った。お父さんもとても驚いていたわ。この1年で母親の仕事も順調になっていた。町の文化復興プロジェクトの一環として彼女のデザインの才能が認められ、今では町の広報デザインを担当するようになっていたのだ。頑張れよ。父親はそうたの肩を叩いた。その手の感触にそうたは少し胸が熱くなるのを感じた。会場の時間となり、図書館の扉が開かれた。町長の挨拶に続き、文学祭が正式に開始された。館内は瞬く間に人々でにぎわい、さまざまなイベントが同時進行で始まった。子どもたちは絵本の読み聞かせコーナーに集まり、若者たちはワークショップで創作に励み、年配の方々は資料展示に見入っていた。町全体が文化の息吹を取り戻したかのような活気に満ちていた。あのご年配の方が水野晴彦の甥っ子さんなんだって、のぞみがそうたに教えてくれた。歴史の断絶が少しずつ埋められ、過去と現在がつながっていく。その光景に、そうたは深い感慨を覚えた。午後になり、いよいよそうたの朗読の時間が近づいてきた。緊張する？のぞみが隣に座り、優しく尋ねた。少し。そうたは正直に答えた。昨夜も何度も原稿を読み直し、言葉を選び直していた。きっと大丈夫よ。のぞみは彼の手を握った。そのぬくもりに、そうたは少し落ち着きを取り戻した。呼ばれたら行ってくるよ。会場に向かう前に、そうたは一人で100年の扉の展示ケースの前に立った。ガラス越しに見える古い革装丁の本。今はもう勝手に光ることはなく、ただの古書として静かに横たわっていた。しかしそうたの目にはかすかな輝きが見えるような気がした。ありがとう。彼は小さくつぶやいた。その時、背後から静かな声が聞こえた。君こそ、ありがとう。振り返ると、そこには知らない老紳士が立っていた。品のいいスーツを着た高齢の男性は、穏やかな笑顔でそうたを見つめていた。あなたは、私はこの本の前の読者さ。老人は静かに言った。60年ほど前、私もこの本に選ばれたんだ。そうたは驚きのあまり言葉を失った。柏木さんのお父さんの代に、私はこの町を訪れた。そして、100年の扉
と出会った。当時の私もまた町の文化を守ろうとしていたんだよ。老人は懐かしむように100年の扉を見つめた。しかし私の力は足りなかった。町は徐々に変わり、文化は忘れられていった。そして私も町を離れ、文学研究の道に進んだ。文学研究、もしかして。そう、今日文化庁から来ている視察官だよ。老人は微笑んだ。君たちの活動が半世紀前の私の夢を実現してくれた。本当にありがとう。アナウンスが流れ、ソータの名前が呼ばれた。行きなさい。老人は優しく言った。君の言葉で次の100年への扉を開くんだ。ソータは深くうなずき、会場へと向かった。ステージに立つと、会場には立ち見が出るほどの人々が集まっていた。最前列にはのぞみと鈴木、佐藤先生と両親、そして町長の姿もあった。深呼吸をして、ソータは新作の詩を朗読し始めた。新しい一生。100年の時を超えて届いた言葉は、忘れられていた心の扉を開ける。古びた本の中からよみがえる物語は、私たちの明日への道しるべとなる。失われたと思っていた文化の種は、この町の土壌に深く根を張り、若い世代の手によって再び芽吹く。それは決して消えることのない灯火。一冊の本との出会いが変えたのは、私一人の人生だけではなく、町全体の未来への物語。そして今、新しい一生が始まる。言葉は時を超え、心と心をつなぐ。次の100年を共に紡いでいこう。忘れられた一冊は教えてくれた。真の宝は私たちの記憶と絆の中にあると。朗読が終わると、会場は一瞬の静寂に包まれた後、大きな拍手が沸き起こった。ソータは恥ずかしさと誇らしさが入り混じる中、深く頭を下げた。壇上から見渡すと、人々の表情は明るく、希望に満ちていた。後ろの方には、先ほどの老紳士も立っていて、静かに拍手を送っていた。そしてその隣には、ソータはハッとした。一瞬だけ、柏木さんの姿が見えたような気がした。彼女は優しく微笑み、うなずいているように見えた。瞬きをすると、その姿は消えていたが、確かに、見えた、という感覚が残った。文学祭は大成功のうちに終わり、春の町の文化復興は確かな一歩を踏み出した。図書館は町の新しいシンボルとして、再び人々の心の拠り所となっていた。その日の夕暮れ、ソータはのぞみと2人で図書館の屋上から町を見下ろしていた。本当によかったね。のぞみはソータの肩に頭を乗せた。ソータもうなずいた。でも、これからだよ。僕たちの物語は、2人の目の前に広がる街並みは、夕日に照らされて美しく輝いていた。かつての文化の街が、新たな姿で再生しつつあった。ねえ、ソータくん。のぞみが空を見上げながら言った。100年の扉って、本当に不思議な力を持っていたのかな。ソータはしばらく考え込んだ後、答えた。僕は思うんだ。本当の力は本の中にあったんじゃない。僕たちの中にあったんだって。どういうこと？柏木さんが言っていたでしょう。本は単なる紙と文字の集まりじゃない。そこには魂が宿っている。で、ソータは続けた。でも、その魂は本そのものではなく、それを読む人々の心の中にある。100年の扉。
は僕たちの内側にある力を引き出してくれただけなんだ。のぞみは静かにうなずいた。私たちの中に眠っていた可能性を目覚めさせてくれたのね。そう。だから僕たちは次の世代にもその力を伝えていかなければならない。言葉の力を、物語の大切さを、そう言いながらソータは図書館の新しいコーナーを思い浮かべた。未来の作家たちと名付けられた子どもたちの創作を支援するスペース。そこで週に一度ソータたちが子どもたちに創作指導をするワークショップが開かれていた。次の100年の扉の読者を育てているわけね。のぞみは微笑んだ。そうかもしれないね。夕暮れの風が2人の髪を撫でていく。かつて閉ざされかけた街の物語は今新しい一章を迎えていた。図書館の展示ケースの中で100年の扉は静かに横たわっていた。その川想定はもう光ることはなかったが、本の魂は確かに街中に広がり、人々の心の中で生き続けていた。100年後、また新たな読者が現れる日まで、本は忍耐強く時を待ち続けるだろう。そしてソータたち、言葉の継承者は、その架け橋となって次の世代へと物語を紡いでいく。それこそが、忘れられた一冊が教えてくれた本当の物語の力だった。